エアロの設定、意外と難しくないですか？私は最初、アクティベートできず、渡航先の海外で丸1日使えず、設定に苦戦しました。なので今回は、私が実際にやってうまくいった方法をまとめてみました。前置きとして、海外でネットを使う方法としては、主に4つあります。1つ目は、海外ローミング。これは、日本で契約している携帯電話を、海外でそのまま利用できるようにする仕組みです。2つ目は、ポケット Wi-Fi。空港でよく借りれる持ち運び Wi-Fi です。3つ目は SIM カード。現地で SIM カードを購入してスマホに差し込んで使います。4つ目は eSIM。eSIM は SIM カードを差し替える必要がなく、オンラインの設定だけで電話やインターネットを使うことができる機能です。それぞれメリットデメリットがあり、海外ローミングの良い点は設定が簡単で電話番号もそのまま使える点です。デメリットとしては料金が高いことです。契約しているプランにもよりますが、高額請求のリスクもあります。ポケット Wi-Fi のメリットは、1台で複数人がネットを使用できることです。接続も簡単です。デメリットは、持ち歩きが少し面倒なこと、バッテリーの充電が必要なことなどです。現地 SIM カードの良い点は、現地の通信を使用するため、格安で使える点です。プランも豊富でコスパが良いと思います。デメリットとしては、スマホが SIM ロック解除されてないと使えないことや、SIM カードを抜き差しするため、紛失のリスクがある点です。最後に、eSIM の良い点は、SIM カードの抜き差し不要で、出発前にネットで購入し、設定できることです。デメリットは、対応スマホが限られている点、設定を間違えると繋がらないこともある点です。この4つ選択肢の中から、私は eSIM を選択しました。eSIM にもいろいろな会社があるのですが、私はエアロという eSIM アプリを使用していました。なぜエアロにしたのかというと、先輩が使っていたからです。紹介者からのクーポンコードで若干の割引もあったので、エアロにしました。簡単に設定できるかなと思ったのですが、私はつまずいた点があったので、今回、設定方法を動画にまとめてみました。まずは出発前にやった eSIM 購入の流れについてご紹介します。まずはエアロのアプリをダウンロードしてアカウントを新規作成してください。その後、アプリから使いたい国や地域を選びます。私は渡航先がチリ、アルゼンチン、ブラジルだったので、グローバル eSIM のディスカバリー南米地域プランを選びました。国ごとに購入するより安かったので、グローバルにしました。好きなプランを選んで、今すぐ購入をタップします。その後、購入ボタンをタップ。決済方法は、クレジット、デビットカード、ペイパール、アリペイを選ぶことができました。今回私は紹介コードを持っていたので、コードも打ち込みました。その後、注文を完了ボタンをタップ。これで eSIM の購入が完了です。とてもシンプル。今回私の場合は、2ギガを15日間使えるプランで、割引適用され14ドルでした。日本円では約2000円ちょっとぐらいでした。購入が終わったら、いよいよ eSIM をインストールします。私は出発する前の空港の待機時間に行いました。eSIM のインストールの手順を表示をタップ。eSIM をインストールをタップ。完了です。モバイル通信プランの名称はまだ出国していないので、今回購入した副回線の eSIM ではなく、主回線の今まで使っている通信を選択します。デフォルト回線も同様に、まだ主回線を選択。モバイルデータ通信も同様です。主回線を選択し、続ける。これでインストールが完了です。ここまでも特に問題はなく、サクッとできました。その後、スマホの設定をいじります。現時点で、今使っているネットの主回線も、先ほどインストールした副回線の eSIM もオンになっています。それを、現在はまだ出国前で副回線の eSIM は使用しないので、オフに変更します。出国する前までにやったこととしては、ここまでです。飛行機に搭乗した時に、スマホは機内モードにして、チリに向かいました。そして到着。早速スマホの設定をしました。スマホの設定のモバイル通信から
主回線はオフにして副回線の eSIM をオンにします。副回線の eSIM はデータローミングもオンにしてください。これで使えると思い、スマホの機内モードを解除したのですが、ネットがつながりません。Wi-Fi 環境で eSIM アプリ Aero を開いて確認したら、パッケージがアクティベートされていません。ここでつまずきました。しばらく粘ったのですが、どうやってもアクティベートせず、一旦諦めて観光に出かけたりしました。その後、晩にホテルに戻り、Aero アプリからヘルプセンターに問い合わせました。結構たくさんやり取りをして、ようやく解決方法が分かりました。まず、スマホの設定画面を開きます。その後、モバイル通信。今回アクティベートさせたい eSIM をタップします。その中のモバイルデータ通信ネットワークをタップ。一番上のモバイルデータ通信の APN をこのように変更しました。この APN はヘルプセンターから教えてもらいました。おそらくグローバル eSIM のディスカバリー南米地域プラン専用のものかと思います。もし他のエリアでのご使用の場合、ヘルプセンターにご確認いただくのが良いかと思います。これで問題は解決し、無事に eSIM がアクティベートされました。その後、国境をまたぐ際には、設定の eSIM のところのネットワーク選択を適宜、国に合ったものに切り替えて使いました。私はどのネットがどの国に適しているのかよくわからなかったので、それもヘルプセンターに確認して教えてもらったのを使用していました。以上、私のつまずいた点とその解決法でした。どなたかの参考になれば嬉しいです。